赤い彗星の再来 MSN-06S シナンジュ MSN-06S シナンジュは機動戦士ガンダム逆襲のシャアの舞台である宇宙世紀0093の3年後にあたる宇宙世紀0096を舞台とした機動戦士ガンダムユニコーンに登場する機体です。機動戦士ガンダムユニコーンはガンダムエースにて2007年から2009年まで小説が連載された後、アニメや漫画も制作されました。シナンジュはそんな機動戦士ガンダムユニコーンにおけるネオジオン軍の主海フルフロンタルの登場機として、また敵となるガンダムと戦いを繰り広げた機体です。今の私は自らを器と規定している。このマスクはそのためのものだ。宇宙世紀0093に起きた第二次ネオジオン構想終結後、地球連邦軍はジオン共和国が自治権を放棄する宇宙世紀100をもって人類は進化した存在であるニュータイプになれるという思想であるジオニズムを一掃し、ジオン勢力が登場する以前の状態に回帰させることを目的とした UC 計画と呼ばれる軍事計画を立案します。そして技術の産物によってニュータイプとサイコマシンを撃破することでジオニズムを沈静化するために対ニュータイプ用ハンティングマシン開発に乗り出しました。地球連邦軍は UC 計画を実現するためアナハイムエレクトロニクス社へハンティングマシン開発を委託します。そして第2次ネオジオン構想時にたった1機のモビルスーツがアクシズを押し返すという物理の法則までも変える驚異的な現象を見せつけたことから、規格外の性能をもたらすことが判明したサイコフレームの解明に取り組みます。その結果、アナハイムエレクトロニクス社の中でも主にニューガンダムや連邦軍のモビルスーツを製造するフォン・ブラウン工場と、主にサザビーやネオジオン軍のモビルスーツを開発したグラナダ工場の2つの別チームを統合した特別編成チームによって宝石の原石という意味を持つ機体シナンジュスタインが完成します。あくまで原石でしかないという開発者の揶揄によって名付けられたシナンジュスタインは、ムーバブルフレームの一部にサイコフレームを採用した機体となっていることに加えて、ゼータガンダムに搭載されていたバイオセンサーのテクノロジーを発展させたインテンションオートマチックシステムと呼ばれるサイコミュ視光操縦システムを搭載しています。これにより機体を手動で動かさなくてもパイロットの思考が機体の動きにダイレクトに反映されるため、手動での操縦性をはるかに凌駕する反応速度と動作精度が可能になりました。シナンジュスタインはフルサイコフレームのモビルスーツを開発するために、サイコフレームの能力検証のために開発された機体、すなわちフルサイコフレーム搭載機であるユニコーンガンダムの実験機という側面を持つことから、ユニコーンガンダムの兄弟機となります。そのためシナンジュスタインはユニコーンガンダム0号機とも呼べる機体であり、連邦系モビルスーツの特徴ともいえる直線的なシルエットおよびツインアイのセンサーを持ちます。またモビルスーツアーカイブ MSN-06S シナンジュではガンダムタイプと同じく V 字型の頭部アンテナの取り付けも可能とされています。シナンジュスタインは未知の性能を持つサイコフレームの限界性能を調べるために、一般的なパイロットでは操縦不可能なほどの殺人的な加速度を発揮できる性能となっており、評価試験は自動操縦によって行われました。そのため人間が乗り込む機動兵器としては欠陥機とも言えますが、実際はアナハイムエレクトロニクス社がネオジオンに裏取引で本機の引き渡しを画策していたことから、ニュータイプの登場を前提とした作りになっています。そしてシナンジュスタインは強奪に偽装した譲渡という形でネオジオン残党軍袖付きの手に渡ります。なお漫画アナハイムレコードではネオジオン軍からの発注を受けて製造するギラズールの納品時にシナンジュスタインのデータを明かすように指示するアルベルトの様子が描かれています。シナンジュスタインは2機が袖付きに強奪されましたが、そのうちの1機は主海であるフルフロンタルに引き渡され、フロンタルのパイロット技術に伴った調整とさらなる改修が施されます。この力使わせてもらおう。フルフロンタルに合わせて調整され完成したシナンジュはネオジオン軍を象徴して率いるフラッグシップ機にするため、全身の外装をジオン系に一新、真紅の塗装と金色のエングレーブが施され、ネオジオン軍のエンブレムをそのまま具現化したような姿になりました。この装飾は装甲が強化されているだけでなく、袖付きという組織の統制を図る意味の意匠とされています。シナンジュスタインは実験機であったため、装甲の耐弾性には不安要素がありましたが、パイロットの生存を高める工夫としてビームコーティングを従来のモビルスーツの多くに採用される2層構造から5層構造へ強化したほか、
コックピットブロック全面をルナチタニウム X 系の素材で覆うなど、フラッグシップ機としての装甲強化が施されています。また、猛禽類の大きな翼を想起させるような形状をした水力変更スラスターや、両脚長径の左右側面にフレキシブルスラスターを備えており、全身に配置された多数のスラスター群と合わせることで、通常のモビルスーツでは実現不可能なアクロバティックな機動戦闘が可能になりました。劇中では、インダストリアル7から脱出したネイルアーガマを攻撃する際、宇宙空間にある無数のスペースデブリを全く意を介することもなく、高速移動しながら戦闘する場面が印象的となっています。深紅に染め上げられた機体が青い残光によって彗星のごとく軌道を描きながら戦場を高速移動する姿から、シナンジュとフロンタルは共に赤い彗星の再来ともあだ名され、総帥シャアーズナブルを失い士気が低下していたネオジオンの崇拝と士気高揚の対象となり、逆に連邦軍からは脅威の対象として恐れられました。君たちがそう望むなら、私はシャアーズナブルになろう。シナンジュの武装としてはフロンタルに合わせた専用武器を装備しています。まず射撃兵装として、シナンジュスタインにはインテンションオートマチックシステムに連動する制御システムを持つハイビームライフルが装備されていましたが、フロンタルがこの制御システムの操作感覚に馴染まなかったため、シナンジュではカスタムチェーンされた専用ビームライフルを装備します。これはロングバレル型の高出力ビームライフルで、一般的なビームライフルよりも高い出力を誇り、射撃距離に優れるので、フロンタルの高い射撃技術を合わせた長距離狙撃も可能です。兄弟機であるユニコーンガンダムのビームマグナムと比較すると、一撃の威力こそ劣るものの、継戦能力に優れています。拡張性として、重心下部にはグレネードランチャーやロケットバズーカを取り付けることが可能で、上部にはサイトセンサーが取り付け可能です。また、実弾火器としてロケットバズーカを持ちます。シールドの裏面やビームライフルの重心下部に取り付けることが可能ですが、シールドの裏面搭載時は方針を縮める必要があり、この時は弾頭の初速が遅くなるという欠点を持ちます。アニメ劇中ではビームライフルでネイルアーガマのカタパルトデッキを容易に貫通するほどの高出力を見せつけたほか、ゼネラルレビル戦にてビーム核弾幕を展開されて、ビームライフルでの長距離狙撃を阻害された際に、ビームライフルロケットバズーカを装着して強力な実弾兵器たるその威力を発揮しました。近距離兵装は2種類を持ちます。一つは前腕部の装甲にマウントされているビームサーベルです。これはユニコーンガンダムと同様に前腕部に取り付けたまま使用可能で、劇中ではリゼルのロングビームサーベルとのつばぜり合いになっても片手で容易に押し負かし、サーベルごと機体を両断するほど強力です。もう一つはシールドの裏側に2機収納されているビームアックスです。シールドに装着したままビーム刃を発生させて使用もできますが、サザビーのビームトマホークと同様に出力を上げることでビームソードアックスに変化します。またビームマギナタとしても運用可能で、その用途は多彩となっています。劇中でシナンジュは袖付き独自の強化回収とフロンタルのパイロット性能の高さもあり、短期で戦況を左右するほどの戦闘力を見せつけ、フルサイコフレームモビルスーツの完成機であるユニコーンガンダムと互角以上の戦いを繰り広げました。なお、アニメと小説では最終決戦の展開が異なります。アニメではシナンジュを完成中枢として据えた大型モビルアーマーネオジオングを単独操縦してガンダムとの戦いを繰り広げます。脳内のイメージや想念を具現化するサイコシャードによって、フロンタルは敵の火力を奪うというイメージを具現化し、武装を自戒させるという超常的な力を発揮するほか、時を垣間見るという人知を超えた現象を引き起こしました。最終的には可能性の無意味さをバナージに問うフロンタルでしたが、人の可能性を信じるバナージにより残留思念を浄化され、その役目を終えました。一方で小説版ではフロンタルの高いニュータイプ能力にシナンジュのサイコフレームが呼応し、ユニコーンガンダムと同様に機体から虹色に輝く光を発します。まがまがしいオーラで身を包み、思念で物理法則をねじ曲げるという力で激闘を繰り広げるも、ユニコーンガンダムの両腕に装備されたビームトンファーで機体を貫かれ、数百メートルにも及ぶ最大出力を超える巨大な後陣によって撃墜されました。亡霊は暗黒に帰れ。余談ですが、原作小説「機動戦士ガンダムユニコーン」の著者である福井春俊氏によると、ユニコーンガンダムが可能性の獣なら
シナンジュは現実を突きつけて絶望へと誘う可能性の破壊者とされており、ユニコーンガンダムとシナンジュの対決に象徴させているとされています。フロンタルはシャアと同じ顔を持つ出生不明のクローンですが、シャアが人はいかなる犠牲を払ってでもニュータイプになるべきという思想であったことに対して、フロンタルは人間はもはや変わることはできないという可能性を持たない空っぽの存在となっています。そんなフロンタルについてアニメ版監督の古橋和弘氏による、フロンタルもバナージを送り出す側の一人の大人としてきちんと決着をつけたいという案と、フロンタルの声優である池田修一氏が原作の結末ではフロンタルが成仏できないという意見を飲みの席で監督に伝えた結果、アニメ版では人は分かり合えるという可能性を示して幕を閉じることになったとされています。君に託す、なすべきと思ったこと。私もガンダムファンの皆様とガンダムの面白さを分かり合える楽しさがモチベーションになり、動画制作意欲につながっております。皆様いつも本当にありがとうございます。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。